愛想のいい女性ほど本音が見えにくい。これはある種の心理です。あなたの周りにもいませんか？誰にでもニコニコしていて話しやすくて感じのいい年下女性。こういう女性があなたに好意的に接してくると、もしかして脈ありかなってつい思ってしまいますよね。でもここで一つ知っておいてほしいことがあるんです。女性が男性に対して愛想よく振る舞うのは好きだからとは限らないんです。むしろ当たり障りのない関係を維持したいだけというケースの方が多いかもしれません。その場の空気を壊したくないとか、悪い人じゃないから無下にできないとか、そういう気持ちで笑顔を向けていることがあります。ちょっと言いにくいことなんですけど、愛想の良さって実はまだ心を開いていない相手への対応の可能性があるってことです。じゃあ女性が本当に心を許した男性にはどんな態度をとるのでしょうか。これが今日の動画のテーマです。信頼している相手への態度ってただ愛想のいいだけの対応とは全然違うんです。気を使わなくなる、取り繕わなくなる、今まで隠していたものが少しずつ出てくるんです。これが今日お話しする若い女性が信頼する年上男性に見せる6つの素顔です。意識してやっていることもあれば、本人も気づかないうちに出てしまうものもあります。ただ一つだけ確かなのは、信頼していない相手に対してはほぼ見せることがないということ。この6つを知っておくだけで女性の表面的な態度に惑わされなくなります。あなたが今その女性にどのくらい信頼されているのか見極めができるようになるはずです。では早速1つ目からお話ししていきますね。その前に、もしこの動画が少しでも参考になりそうだと感じたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。このチャンネルでは大人の男性が女性と良い関係を築くための実践的な方法を女性目線でお伝えしています。通知をオンにしていただければ新しい動画を見逃すこともありませんよ。その1、言葉遣いが崩れる、敬語が消える。まず最初の素顔は言葉遣いの変化です。女性って信頼していない年上男性には丁寧な言葉遣いを崩さないんです。敬語をきっちり使って言葉を選んで失礼がないように気をつけています。これは目上に対する礼儀正しさももちろんありますけど、加えて距離を保ちたいというサインでもあるんです。逆に心を許した相手にはどうなるか。敬語が少しずつ崩れてきます。最初は小さな変化なんですけど、これがすごく大事なサインなんですよね。語尾が柔らかくなったり、相槌が砕けてきたり、文章が短くなったり、こういう変化が少しずつ出てくるんです。誤解しないでほしいんですけど、これは慣れ慣れしくなるのとは違います。最初から誰にでもタメ口を使う女性もいますけど、それは別の話です。そうじゃなくて、最初は丁寧だったのに、時間をかけて少しずつ崩れていく。この少しずつというのがポイントなんです。特に年齢差がある関係だと、この変化はより意味を持ちます。年上の男性に対して、女性は基本的に敬語を崩しにくいものなんですよね。社会的なマナーとして身についているし、失礼があってはいけないという気持ちも働く。だからこそ、年上のあなたに対して敬語が緩んできたら、それは心を許し始めている証拠なんです。もう一つ、わかりやすいサインがあります。それは、言い直さなくなること。ついうっかり砕けた言い方をしてしまった時、信頼していない相手の前だとすぐ言い直しますよね。でも、心を許している相手の前だと、そのまま流すことが多いんです。言い直さなくても大丈夫だと思っているから。これ、結構見逃しがちなんですけど、女性からすると大きな変化なんですよ。普段は気を張って話しているのに、あなたの前では言葉を選ばなくていいと感じている。それって、あなたといる時間がリラックスできる時間になっているということなんです。ただ、一つ注意してほしいことがあります。この変化に気づいたからといって、急に態度を変えないでください。男性が急に距離を詰めてきていると思われたら、女性はまた壁を作ってしまいます。気づいても気づかないふりをして、今まで通り自然に接する。それが一番大事なんですよね。皆さんが接している女性はどうですか？もし心当たりがあれば、ぜひコメント欄で聞かせてください。最初は丁寧だったのに、いつの間にか話し方が変わっていた。そんな経験、ありませんか？どんな関係の女性だったのか、
どんな風に変化していったのか、あなたの話を聞かせてもらえると嬉しいです。その2、沈黙を怖がらなくなる。2つ目の素顔は、沈黙を怖がらなくなることです。若い女性は基本的に沈黙が苦手です。会話が途切れると何か話さなきゃと焦ってしまう。特にまだ関係が浅い相手との沈黙は気まずくて仕方がありません。だからなんとか話題を探して場をつなごうとするんですよね。なぜ沈黙が怖いのか。それは退屈な人間だと思われたくない。気まずい空気を作りたくないという気持ちがあるからです。ちょっと自意識過剰ですよね。でもまだ信頼関係ができていない相手の前では自分がどう見られているかが気になります。沈黙が続くとつまらない人だと思われたかも、気分を悪くさせたかもと不安になってしまうんですよね。でも信頼している相手との沈黙は全然違うんです。なぜかというと、この人は私のことを分かってくれているはずという安心感があるから。黙っていても変に思われない、機嫌が悪いと誤解されないという信頼があるんですよね。だから何も話さなくても大丈夫と思える。自分を変によく見せようとするプレッシャーから解放されているんです。これ男性からすると分かりにくいかもしれません。女性が黙っているとつまらないのかな、怒ってるのかなと不安になることもありますよね。でも信頼関係ができている相手との沈黙はむしろ心地いいものなんです。例えば車で一緒に移動している時、信頼していない相手となら女性はずっと何か話し続けようとします。音楽の話とか景色の話とか、話題が尽きても何かしら言葉を発しようとする。沈黙になった瞬間、まずいと思ってしまうからです。でも信頼している相手となら窓の外を眺めながら黙っていても平気なんですよ。黙っていることに罪悪感がないから自然体でいられます。食事の時も同じです。信頼していない相手との食事は沈黙が怖いから会話を途切れさせないように気を使います。でも心を許している相手となら静かに食べても気になりません。会話しなきゃという義務感から自由になっているんですよね。ただ一つ気をつけてほしいことがあります。沈黙にも種類があるんです。つまらないから黙っている時と信頼しているから黙っていられる時は全然違いますよね。つまらないから黙っている時は態度に出てしまいます。皆さんもきっと想像できますよね。スマホを頻繁に見たり、目が合わなかったり、相槌が雑になったり、帰りたそうな素振りを見せたり、沈黙の空気が冷たいんです。一方、信頼しているから黙っていられる時は空気が柔らかく感じます。目が合えば自然に微笑んだり、ふとした瞬間に話しかけてきたり、同じ空間にいること自体を心地よく思っている感じが伝わってくる。お互い黙っているけど拒絶されている感じがしないんです。この沈黙が平気になるというのは女性にとっては結構大きな変化なんです。普段は気を張って相手を退屈させないように、場の空気を悪くしないようにと気を使っている。それをしなくていい相手というのは本当に限られているんです。もしあなたといるとき、若い女性が無理に話そうとしていないなら、それはあなたの前で気を張っていない証拠です。沈黙を恐れていないということは、この人は黙っていても私を受け入れてくれると信じているということなんですよね。逆に、いつも一生懸命話題を振ってくれる女性がいるとしたら、ちょっと立ち止まって考えてみてください。それは好意の表れかもしれませんが、まだあなたの前で気を張っているサインかもしれません。その3、過去の傷や失敗を話し始める。3つ目の素顔は、過去の傷や失敗を話し始めることです。人には、誰にでも話せることと、特定の相手にしか話せないことがありますよね。日常の出来事や趣味の話は誰にでもできる。でも、過去の辛い経験や失敗、恥ずかしい思い出は、信頼している相手にしか話せないものです。きっとあなたもそうですよね。これはなぜかというと、一つには、弱みを見せることにはリスクがあるからと言えます。自分の傷や失敗を打ち明けるということは、相手に弱みを握られるということでもあります。もし相手が信頼できない人だったら、その話を軽く扱われるかもしれない。誰かに言いふらされるかもしれない。馬鹿にされるかもしれない。そう考えると、簡単には話せませんよね。だから、
女性が過去の傷や失敗を話してきた時は、それだけであなたを信頼している証拠なんです。あなたのことを、この人なら変に思わないだろう。この人なら受け止めてくれるだろうと思ってくれているから話せるんです。でも、ここで大事なのは、彼女は聞いてほしいだけじゃなく、知っていてほしいと思っているということです。アドバイスを求めているわけでも、解決策を聞きたいわけでもありません。ただ、自分という人間をもっと深く理解してほしいんです。過去に何があって、どんな経験をしてきて、今の自分がいる。それを知っておいてほしい。だから、この時に絶対やってはいけないことがあります。それは、アドバイスしようとすること。女性が過去の傷を話している時に、こうすればよかったんじゃない。次はこうしたら、なんて言われると、一気に壁ができてしまいます。この時、彼女が求めているのは解決策ではありません。そうだったんだね。話してくれてありがとうという受け止めなんです。もう一つやってはいけないのは、軽く扱うこと。そんなの大したことないよ。みんな同じだよという言葉は、励ましているつもりでも、彼女には分かってもらえなかったと感じさせてしまいます。彼女にとっては大きなことだから話しているんです。それを軽く流されると、やっぱり話すんじゃなかったと後悔させてしまうかもしれません。女性が過去の話をしてきたら、ただ黙って聞く。相槌を打って受け止める。それだけでいいんです。そうすることで、彼女はこの人に話してよかったと思える。そして、もっと深い部分も見せてくれるようになるんです。もし最近、女性からこれまで聞いたことのなかった話を打ち明けられた経験があれば、ぜひコメント欄で聞かせてください。その時あなたがどう感じたか、教えてもらえると嬉しいです。ここまでで3つの素顔をお話ししました。残り3つも、信頼関係を見極める上で大事なサインです。ぜひ最後まで聞いていってくださいね。その4、わがままや甘えを出してくる。4つ目は、わがままや甘えを出してくることです。今日はこれが食べたい。もう少しだけ一緒にいたい。ここに連れて行ってほしい。こういう小さな要望を若い女性から言われたこと、ありませんか？実はこれ、かなり信頼されているサインなんですよ。多くの女性は、普段はかなり自分を抑えて生きています。職場でも、友人関係でも、いい人でいようとする。空気を読んで、相手に合わせて、自分の要望は後回しにする。それが当たり前になっている女性は多いんですよね。そんな女性が、わがままを口にするというのは、実はハードルが高いことなんです。面倒な女だと思われたらどうしよう。嫌われたらどうしよう。重いと思われたらどうしよう。そういう不安があるから、普通は抑え込んでしまいます。それでも言えるのは、あなたのことを、この人なら受け止めてくれると思っているからなんですよね。よく、女性はわがままを言って男性を試しているなんて言われます。ゼロとは言えませんけど、正直それは違うと思います。本当に信頼している相手へのわがままは、試しじゃなくて甘えなんです。この人になら、素の自分を出しても大丈夫という安心感があるから出てくるもの。計算とは真逆のものなんですよね。だから、女性がわがままを言ってきたとき、また面倒なこと言ってるなと思わないであげてほしいんです。普段は周りに気を使って、自分を抑えて、いい子でいようとしている。そんな彼女が、あなたの前でだけ素を出している。それって、すごく特別なことなんですよ。もちろん、何でもかんでも言いなりになれという話じゃありません。無理なことは無理と言っていい。でも、わがままを言ってきたという事実自体は、否定しないであげてほしいんですよね。言ってくれてありがとう。頼ってくれて嬉しいという気持ちで受け止める。それだけで、彼女はもっとあなたに心を開いてくれるようになりますよ。逆に、いつまでも遠慮がちな女性がいるとしたら、それはまだあなたに気を許していないのかもしれません。嫌われたくないという気持ちが強くて、素の自分を出せずにいる。もしそういう関係が続いているなら、彼女が安心できる雰囲気を作ることを考えてみてください。彼女の新たな一面が見えてくるかもしれませんよ。その後、待てるようになる。5つ目は、待てるようになることです。連絡が遅れた時、どんな反応をされるか。これ、信頼度を測る分かりやすい指標なんですよ。信頼関係ができていない段階だと、女性は不安になりやすいんです。既読がつかない、
返信が来ない。それだけで何かあったのかな？嫌われたかな？他に誰かいるのかな？と頭の中がぐるぐるしてしまう。で、その不安を抑えきれなくて、追いラインを送ったり、理由を問い詰めたりしてしまう。でも、信頼している相手に対しては、それが起きないんですよね。連絡が遅れても、忙しいんだろうな。落ち着いたら返してくれるだろう、と思える。いちいち不安にならない。なぜなら、相手の気持ちを疑っていないから。この人は私のことを大事にしてくれているという確信があるから、返信が遅れたくらいで揺らがないんです。これ、連絡の話だけじゃないんですよ。例えば、仕事が忙しくてなかなか会えない時期があったとします。信頼関係ができていないと、本当に忙しいの？私のこと後回しにしてない？という疑念が湧いてくる。でも、信頼している相手なら、今は頑張り時なんだな。応援しようと思える。待つことができるんです。もっと大きな話で言えば、人生の決断を待ってくれることもあります。転職を考えている、独立しようか迷っている、そういう大きな選択の時、信頼していない相手だと、早く決めてよ。いつまで待たせるのとせかしてしまう。でも、信頼している相手なら、あなたが納得いくまで待てるんですよね。この待てるという行動の裏には、この人は私を裏切らないという信頼があります。不安より信頼を選んでいる。疑うより信じることを選んでいる。これって簡単にできることじゃないんですよ。過去に裏切られた経験があれば、なおさら難しい。それでも待てるということは、あなたに対してそれだけの信頼を寄せているということなんです。もし、あなたのことをせかさず待ってくれる女性がいるなら、その信頼を裏切らないでください。待ってくれているのは当たり前のことじゃない。彼女が不安を抑えて、あなたを信じることを選んでくれている結果なんです。あなたをせかさず待ってくれた女性、いましたか？その時、どんな気持ちになったか、ぜひコメントで聞かせてください。その6、自分のテリトリーに招く。最後は、自分のテリトリーに招くことです。テリトリーというのは、女性が自分の領域と感じている場所のことです。一番わかりやすいのは自宅ですね。それ以外にも、行きつけのお店とか、よく通っている場所とか、自分だけの時間を過ごす空間とか、そういう自分のものと感じている場所全般がテリトリーです。こういう場所に誰かを入れるのって、女性にとってはかなりハードルが高いことなんです。外では気を張って、人に合わせて、いろんな役割を演じている。でも、自分のテリトリーでは全部脱ぎ捨てて、完全に素の自分に戻れる。そういう場所だからこそ、簡単には人を入れたくないんですよね。特に自宅となると、話は別格です。部屋の状態を見られるのもそうですし、生活感を見せることになる。どんな本を読んでいるか、どんなものを食べているか、休みの日にどう過ごしているか、そういうプライベートな部分が全部見えてしまう。信頼していない相手には、絶対に見せたくない部分なんです。逆に言えば、女性があなたを自分のテリトリーに招くということは、その全部を見せてもいいと思っているということ。この人になら、素の自分を見られても大丈夫。この人になら、自分の領域に入ってこられても嫌じゃない。そう思えるから、招けるんですよね。ここで気をつけてほしいのは、招かれた時の振る舞いです。女性は、自分のテリトリーに入れた相手の反応をよく見ています。部屋を見回してどんな顔をするか、どんなことに興味を示すか、批判的なことを言わないか、ジャッジするような目で見ていないか、そういうところをちゃんと見ているんですよ。だから、招かれたら、まずはありがとうという気持ちを持ってください。これは当たり前のことじゃない。彼女があなたを信頼しているから実現していることなんです。部屋が散らかっていても、インテリアが好みじゃなくても、そこに口を出す必要はありません。彼女が見せてくれた素の部分をそのまま受け止める。それだけでいいんです。ちょっと厳しいことを言いますけど、家に呼ばれたから、もう関係が進んでいると勘違いする人もいますよね。でも、それはちょっと違います。招かれたのは、好意もあるとは思いますけど、本質は信頼されている証拠だということ。ここを混同すると、せっかく築いた信頼を壊してしまうことになります。女性が自分の領域にあなたを招いたということは、心の距離がかなり縮まっているということ。
その信頼を大事にしてください。焦らず、彼女のペースに合わせて関係を育てていく。それが一番大事なことなんです。まとめ。ここまで、女性が本命の男性にしか見せない6つの素顔についてお話ししてきました。言葉遣いが崩れる。沈黙を怖がらなくなる。過去の傷や失敗を話し始める。わがままや甘えを出してくる。待てるようになる。自分のテリトリーに招く。どれも、信頼していない相手には絶対に見せないものばかりです。もし当てはまるものがあったなら、あなたはその女性から信頼されています。それは一朝一夕で手に入るものじゃない。あなたがこれまで、その女性や周りの人たちに誠実に向き合ってきた結果なんですよね。その信頼を、これからも大事にしてください。もしまだ当てはまるものがなかったとしても、焦る必要はありません。信頼は、時間をかけて少しずつ積み上げていくものですから、今日お話しした6つの素顔は、関係がどこまで深まっているかを知るヒントとして、心の片隅に置いておいてもらえればと思います。それと、一つ補足しておきたいことがあります。今日お話しした6つの素顔は、あくまで信頼のサインであって、好きのサインとは限らないんですよね。信頼と恋愛感情は重なることもあれば、別々のこともある。だから、素顔を見せてもらえたからといって、すぐに告白するとか、関係を急に進めようとするのは、ちょっと待ってほしいんです。信頼されているということは、スタートラインに立てたということ。そこから先は、焦らず、彼女のペースを大事にしながら、関係を育てていってください。この動画が、あなたと大切な女性との関係を深めるきっかけになれば嬉しいです。もしこの動画が参考になったと思ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。コメント欄もぜひ覗いていってくださいね。最後まで見ていただき、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。